なんだろうこのとろみのある加速、芯のある直進感があるというか、ラグジュアリーっていうのはいらないものがついてるものなんです。後席のシートの構造を変えてるんですって。あ、そうそう、で大事なこと忘れてました。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのはこちら BMW の 525Li エクスクルーシブ M スポーツ、こちらのですね一般道市場です。まずはですねその5シリーズとしてのハンドリング、こちらをですねガソリンエンジンモデルということで試していきたいのと、やっぱり Li モデルですので後部座席のインプレッションをしていきたいと思っております。ご期待ください。今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。軽ー、スムーズです。はい、内外装と使い勝手編ご覧いただいた方は、ご存知かと思うんですけれども、このですね 525Li というモデルなんですけれども、そもそもは中国市場向けに作っていたロングホイールベースの5シリーズになります。なんですけれども、日本でもですねやはりボディの大きさ的に、この前の7シリーズに近い、サイズのセダンが欲しいという声が上がったんだそうで、日本仕立てにしたというのがこの LI の初言なんですよね。そもそもですね一昨年に5シリーズがオールニュー刷新されまして、その中でパワートレーンとかそれからインターフェースも一新されたんですけれども、今年の4月にですねこのロングが追加されたという形になります。ロングになって何が変わったかというと、後席の居住空間なので、この後席のインプレッションをですね動画の後半でお届けしていきたいと思います。いや、それにしてもこれはね後席用の車ではありますけど、明らかにショーファーカーではありますけど、これは自分でハンドル握ってもやっぱいいですね。改めて試乗するとこのガソリンエンジンの滑らかさをめちゃめちゃ感じます。X3 の動画も上げてると思うんですけれども、 X3 は、ディーゼルに乗らせていただいて、今回ですねこのエクスクルーシブっていうモデルにはですね、このロングの、ね、エクスクルーシブっていうモデルにはディーゼルが設定されてないんですよ。で、このロングに関してはガソリンとそれから電気自動車のこの2パターンの展開になりますので、ロングが欲しい人はおのずとガソリンエンジンっていう選択肢になってくるんですけれども、でも双方に共通して言えるのがやっぱ BMW ってエンジン屋さんよねっていうことなんですよね。X3 にはこの 525i と同じガソリンエンジンが用意をされていますし、この5シリーズにもですねディーゼルはあります。なんですけれどもこのロングにはないんですが、普通のショートのね5シリーズには同じディーゼルエンジンが用意されているといったことで、そのパワートレーンの互換性っていうのはモデルごとにはあるんですけれども、両方で言えるのがもう BMW ならではの、もうこれはね燃焼技術です。だから、さらに言うと噴射技術でもあるんですけれども、ものすごい滑らかなんですよ。なんだろうこのとろみのある加速、BMW といえば直6だと思うんですけれども、これは直4エンジンの2リッターです。 190PS の 310Nm っていうですね初言になっていて、同じ ICE でいうとディーゼルエンジンの方は 420Nm が出ますので、それに比べるとトルクの面では見劣りはしますが、両方とももう違うもの、別の選択肢として考えてほしいんですけれども、ディーゼルの飛び出し感とこのガソリンの中間の豊かさは全然そのベクトルが違って両方いい。どっちかって言われたら、もちろんエコノミー性でいうとディーゼルですし、 BMW のディーゼルエンジンは本当にきめ細やかで本当に他にない存在感を持っているエンジンなので、もう本当に悩むとこなんですけれども、車好きってなるとやっぱガソリン選んじゃうかな。このガソリンの質感めちゃくちゃいいですね。特にその2リッターエンジンっていう2リッター直4エンジンっていうそんなに大きなエンジンではないにもかかわらず、ものすごく
ねえ、なんかディーゼルほどトルクの数字はないんですけれども、下からちゃんとですね、その蹴り出し感があるというか、下からちゃんとパワーが出ていく感じがしていて、ここがとっても BMW らしいところでもあるんですよね。だから共通して2つのエンジン、ディーゼルとガソリンでいう共通点としてはですね、どちらもものすごくきめ細やか、もう本当にこう密度が高いというか、もう撫で上げるような、そのシルクの本当にシルキーなんですよ。シルキーっていう言葉を使った人本当に天才と思うんですけど、パッてシルキーっていう言葉が浮かぶ。6ではないけど4もちゃんとシルキーっていうのが両方ともにあるんですよね。ディーゼルもめちゃくちゃシルキーです。でガソリンだとそのなおのことをやっぱりこう揺れ感がもうちょっとないんですよね。だからよりフラットで、よりこう中間あたりからゴッと膨らんでいく感じがして、こうエンジンの楽しさというよりはなんか異次元の魔法の絨毯みたいなのに乗ってるような感じがして、とっても乗り心地がいいなっていうのと、やっぱこう静音性が高いですよね。そういうところをすごく感じます。ハンドリングで言うとこの525LI に関してはとってもしっかりしてます。やたらに軽すぎるということもなくですね、割とこう芯のある直進感があるというか、こう座りがしっかりしているといったような感じがありますね。このまっすぐ進み感というか、このハンドルの座り感っていうのは多分直進性にも効いてると思うんですけど、今回高速道路とか行けないんですけど、高速道路に行っても落ち着きのあるねハンドリングを楽しめると思います。対して打をかけていった時のクリアさっていうのもとってもあって、今からちょっと長い R に入っていきますけれども、この長い R の時の打角の正確さっていうのが、このね太いハンドルってやっぱりね賛否あると思うんですよ。この BMW の太いハンドルあんまり好きじゃない人もいると思うんですけれども、この太いハンドルがめちゃくちゃいい仕事をするのがここですね。こういうそのちょっとずつこう曲がっている長い R を越えていった時に一定打角を保ちやすいっていうところにあります。でさらにこれね、後輪ソーダアシストがついてないんですよ。リアアクセルステアリングがついてないんですよ。だからこう曲がり感がすごく後輪駆動らしくてナチュラルっていうのも、そう後輪駆動っていうのをねすごくピュアに楽しめるっていう意味でも、そのエンジン好き車好きに響くパッケージかなと思うんですけど、これねほらなんかくるっと回ってる感じとこの一定打角感すごくないですか？私何にも動かしてないですよ。一発決めたらこのままずっといける。で車速にあんまり左右されない。で押し出し感もちゃんとある。これね後輪駆動の良さがすごく味わえるハンドリングだと思うんですけれども、本当にこのハンドルの太さ、それから接地感、後輪駆動、押し出しみたいなことが全てこの緩いカーブとかで楽しんでいける。だからめちゃめちゃハンドリングコースとかじゃなくても、この BMW の素直さ、持ってる運動性能っていうのが極低速でも楽しめるっていうのはものすごいいいと思います。でさらにホイールベース長いですので、なんか接地感もショートももちろんね、ショートももちろんそんなにもうめちゃめちゃいいですよ。めちゃめちゃいいけど、このホイールベース伸びた分なおのこと直進性が高いような気がして、曲がっていく時もその車体の長さっていうのを感じず、絶妙な110ミリだったかな、結構長いんですけど、ゆったり感と機敏さっていうのをうまく実現しているかなとも思います。面白いですよね。だからこういうところのパッケージの力っていうのが、このねもう初見で言えば 190PS の310ニュートンメーターっていうこの数字が、いや嘘でしょって思うぐらいもっとパワフルに感じるし、もっとトルキーに感じます。だから正直そのやっぱり数字で見るとディーゼルの方がトルクも400ありますし高いので、そっちにね目が行きがちなんですけれども、いやその数字じゃないですよね。もうその味としてこうトータルバランスがとても高いっていうのはありますね。いやだから何回も言ってるけど、ディーゼルとガソリンどっちって言われたらもう本当に私意外とやっぱガソリン好きかもなっていうふうに思ってしまいますね。いやでもなディーゼルもすごいいいんだよな。新鮮な驚きとしてはディーゼルの方がありますね。これが本当にディーゼルなのみたいな、嘘でしょみたいな感じのこう驚きっていうのはあるんですよ、ディーゼルの方に。けど長いお付き合いを考えるとガソリンはもう期待を裏切らない。もう絶対に飽きないし、ずっとパフォーマンスを出し続けてくれてる感じもします。なんて言ったって本当に静か。
いやでもディーゼルも静かなんだよな。いやここはね本当にねぜひお好みの方をですね選んでいただきたいんですけれども、こういうですねそのショーファー的な要素で使うっていう意味で言うと、ディーゼルを設定せずにガソリンと電気にしたっていうことはやっぱり静粛性をパッケージに求めるっていうことで、そういうことですよねやっぱり。よりそのノイズ性の少ない、パワートレーンをこう選択したらこうなりましたっていうことなので、L にはこの電気とガソリンっていう選択肢がバッチリあったっていうのはなるほどなっていう感じではあります。この直前に乗ったのが X3 だったので、X ドライブ、ね、4駆だったっていうこともありまして、リアの押し出し感であったりとかその駆動感っていうのがより軽やかに感じたのかもしれないんですけれども、この後輪相談がねアシストがついていないこうナチュラルなこのハンドリングっていうのもすごいね芯があってめちゃめちゃ運転してて、やっぱりこういう長い R に来るとわあいいなっていう風にね押し出し感もあるし程よいアナログ感もあるしめちゃくちゃ運転してる感もあって一体感あっていいなっていう風にねやっぱり思ってしまいました。あとそのコックピットの作りがやっぱりすごくゴージャスなので運転する人にとってもものすごく快適っていうのは、やっぱり一つ大きな輸入車としてのねメリットだと思うんですけれども、これだけ先進的なインターフェースがついてさらにこれだけもうこのねパドルシフトまでついてるんですよ。で最近、ミニとかその BMW にはこのブーストスイッチっていうのがあってもう B ダッシュみたいなのができるんですけど、これ電気自動車とかにもついてるんですけど、こう一瞬トルクを出してくれるみたいなこう B ダッシュみたいなボタンがついてるんですけど、今時 B ダッシュって言って分かるのかな若い世代の子分かるのかな、とにかくですねブーストボタンがついてるんですね。でそれをこうマイナスのこのパドルシフトの方についてるのでこれグッと押すともう一瞬にしてこうスポーツブーストがかかるんで今ねもうちょっとゴンってなりましたし、今シフトがどんどん下に下がっていて何あローンチになるんだ。こうローンチモードみたいにこうカウントダウンして用意ドンで走ることができるっていうこうブーストがついているっていうね、これも面白いですよね。こんなロングにいるんかその機能って思いますけどあるんですよ。あるからいいんですよ。ラグジュアリーっていうのはいらないものがついてるものなんですでこういうのもついてる、ちゃんとスポーティーな演出もある、ね、ショーファーカーなんだけれどもパドルシフトもしっかりついている。そして、8速のトランスミッションがめちゃめちゃいい仕事をするので普段のコンフォートモードでは本当にコンフォートにですねしっかりとこうエフィシエンシーに、エフィシエントモードもありますけれども燃費とパワーのバランスっていうのをうまく取ったモードで走れるんですけれども、その気になったらスポーティーな走行もできますよと。ね、いっぱいその爪を隠してますよというところもある。ね、5シリーズってその内外装と使い勝手編でも繰り返しコンサバって言いましたけれども、やっぱりプレミアムスポーツカーメーカーとしてただただコンサバだけじゃなくてその隠された爪の鋭さっていうのを思わせるようなトルク、思わせるような余裕、思わせるようなゆとりっていうのがしっかりとこの居住空間にも生かされている。そうでもそうなんですよ。そこも面白いんですけどあんまり足も硬くないんですよね。すごくそこもラグジュアリー、そこは本当に5シリーズっていうのを感じさせる、プレミアムカーっていうのを感じさせるような足のセッティングになってます。これはね今回タイヤピレリ履いているのでちょっとなおのこと柔らかくというかねもっちりしたというかそのこう丸みのあるもう丸みのあるですね足を感じるんですけれども、こうパキッとしたね、インフォメーションというよりはちょっとまったりしたインフォメーションを感じさせるような感じがするんですけど、そのロードノイズとかもそうですね、ちょっとピレリらしいですねくぐもったというかこう布を一枚巻いたみたいな感じのサウンドの届け方をするんですけれども、それと相まって、非常にですねサスペンションはまったりとしたような感じ、サスペンションというか足回りがね下の方からまったりとしたような味わいを感じさせてくれるというところもちょっと5シリーズらしいのかなというイメージもします。これ非接触充電ですよね。それも多分いるはず。この後ろに非接触はやっぱさすがショーファーモード、ショーファーカーっていう感じがします。ではお願いいたします。はい、もうただただ私が乗せてもらって楽するだけの動画になってるんですけど、さあそれではですね今後部座席に乗せていただいております。いやーありがたい。しかもすごい酷暑のロケの中ですねこんなありがたいことがあろうか。
もうこんなです。足を全く前の座席に、私今日結構かなりつま先が尖った靴履いてるんですけど、それのつま先が一切シートバッグにつかないぐらいこう組み替えられる、すっごいゆとりで、しかもちょっとこれ、ね、今助手席を割と後ろに撮影の都合しちゃってるのにもかかわらずこれなので、普段運転手さんがいらっしゃるような方とかお子様いらっしゃる方とかだともうちょっとこれ前にしてると思うんですよね。そしたらさらにこの膝先の広さっていうのを感じると思うんですよ。もう EV かっていうぐらいすごい長いです。もうなんか視覚的にも広がりありますし、またですね、このガラスルーフがついているので後ろに座ってるだけでものすっごいゆとりを感じます。さらにこれですよ、なかなかあんまりないんですけど、後部座席にこの後部座席の2レストに非接触充電がついてるんですよね。なので置くだけ充電ができてしまうということですよ。これもやっぱり L のついたモデルのメリットというか、やっぱりおもてなしなのかなっていう感じもするんですよね。でもちろんですね、これ実はこうしまうと実はちゃんと5人乗りなんですよね。ただここ誰も多分乗らないと思います。センタートンネルも結構深いし。というぐらい、本当キャプテンシート形状みたいになっていて、左右が独立していて、非常にパーソナル空間というかたっぷりしたシート、設計になっているっていうところもすごく感じがいいです。しかもですよ、さすが BMW と思うんですけれども、これロングでただ単にホイールベース伸ばしただけじゃなくて、ロング用に後席のシートの構造を変えてるんですって。より深く座れるように座面とかもこうしっかりとね体ホールドするように作られてるっていうね。すごいですよね。なんかやっぱりこれもともとは中国向けに作られていたものなんですけれども、やっぱりですね、中国っていうマーケットの大きさっていうのもそこで感じる、推測することもできますし、それだけやっぱり後部座席っていうのをこう重視して作ると車が売れるマーケットでもあるんだなっていうのも思わせますし、それをちゃんと日本車向けに入れてくれたっていうメーカーの良心もすごい感じるなと思いました。一つこのクッションなんですけれども、普通に頭の後ろにやるとこう結構首が起きてしまってしんどいので、私の個人的なね今井リコメンドとしてはこれちょっと下に下げて首枕にするとちょっと半身浴してるみたいで気持ちいいんじゃないのっていうこの落ち着き感がおすすめです。この使用感はすごいおすすめです。なんだったらちょっとこうやると肩気持ちいいみたいなね、ちょっともうこう指圧的な良さもあるっていうね。そうで大事なこと忘れてました。ガソリンエンジンだからこそいいこと、やっぱり会話明瞭度だと思います。めちゃめちゃ静かです。後ろに行っても。で、タイヤの扁平もそれなりなので後ろの突き上げすごい気になってたんですけど、前席でインプレッションした通り、これピレリ入ってるっていうのもありまして、ものすごいまろみのある当たりになってます。で前席の当たりとあんまり変わらないです。だから程よいインフォメーションがあるので、車の要変化に敏感なお子様とかはよりこっちの方がそのタイヤの上に座ってる感があるのでね、その揺れの予測がしやすいっていう意味で酔いにくいんじゃないかなということがまず突き上げの面で1点。それからガソリンなのですんごい静かっていうのもあって、これだけ私そんなにでっかい声で喋ってるわけじゃないんですけれども、しっかりとその前席とささやき声でもお話しできるぐらい静粛性が高い、結構距離あるんですよね運転席と。なんですけれどもしっかりとお話ができるっていうメリットもありました。これはねやっぱりさすが電気自動車とガソリンっていうねパワートレインのラインナップを選んできただけあるなっていうような感じもします。雨の日が楽しみになるガラスコーティング白山50。はい、というわけで今日はこちら BMW525Li エクスクルーシブ M スポーツお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。すごくですね使いやすいサイズに後席の居住性を足したというですねBMW の良心が詰まった、そのモデルになっています。こちらですねインターフェースも非常に綺麗ですから運転席もすごくいいんですけれども、足元がねすごい広くて感動しました。皆さんもぜひディーラーの方で試乗してみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。